はいどうもフロントです。今日はですね、連休なんですがもうどこもかしこも混んでるので都内で、ちょっと走りに行って、見ようかと思ってます。でまたね、モトブログやってたんですがこのように音が取れなくてですね申し訳ない、またアフレコで始めております。どうやらねマイクの問題だとは思うんですけどね。はい、というわけでね、ちょっと近くに KTM がありますので、KTM ディーラーさんでですね試乗ができるということで、ちょっとそちらへお伺いしようかと思っております。それでは後ほど。はい、まずはですねこの390デュークの方から試乗してみたいと思います。こちらはですね 390 とは言っておりますけど基本スペックは 373cc 最大出力44、馬力という PS ということですけどね、車重がとにかく軽くて149キロ乾燥重量、軽くてすごいですね、ふわふわと乗りやすい感じです。でこのクラスでですねフルカラー液晶の、メーターパネル、これはすごい派手ですね。だけどハンドル周りはシンプルでね、ウインカーも、操作しやすいですし、ミラーも本当にそこそこ面積があってね視認性がいいですよ。そして発進トルクがね、すごい強いって感じでシングルならではの鼓動感っていうのもあるんでしょうけども、非常にね良かったです。でこれ乗り始めてシート硬っていうふうに思いました。これはねRS と比べちゃうとどうかと思うんですけど、ちょっと硬めのシートということで、ちょっとこの、トルク、低速ねトルクがあるということでかなり低い回転で走っていてもね、ノッキングは起こさずに走れますし、このようにね、カーブを曲がるときもすっごい低速からでも全然ね普通に加速していく、これはすごい良かったですね。だからやっぱりシートが硬いっていうのもあるんですが、サス自身がねやっぱりホワイトパワーのサスっていうのがあって非常にいい動きしてます。だからこういう市街地ですからそんなにねデコボコという感じではないんですけれども、路面のギャップとかねそういったものを、すごく綺麗に吸収してくれる、乗りやすいサスペンションセッティングでしたね。であとはブレーキの方もですねこれはあれかな、ブレンボではないんですけども、ブレーキがね、タッチが非常にいいというか、握ったらガツンと効くっていう感じのね、非常にストップするためのパワーが強いブレーキ、そんな感じはしました。で前にねショップの方に先導してもらって、ついて市街地を走ってるわけなんですけども、普通の街中なのでこういうですね、止まっている車を避けたりですとか、道にこう路面にギャップがあったりですとかで、踏切なんかですとこううねってたりしててですね足つきがちょっと心配だったりなんかしたわけなんですが、このホワイトパワーのサスペンションが非常にいい動きをしてましてね、やっぱりその凸凹があるからといってそんなに頭が触れるとかそういう感じもなかったです。であとごく低速ねこういう狭いところっていうか、速度の低いところを走っていて、低速で走っていても全然ガタつきもなく、非常にねアクセルのつきも良かったです。で私身長163センチでですねこの830ミリのシートコードだともうツンツンで怖いと思ったんですけども、タンクがね細くて、こういう信号の一時停止とかで止まるぐらいだったらばつま先が、つくんでねそんなによたることもなかったっていうのがあって、非常に安心して乗れました。やっぱ軽さってすごく大事ですね。こうやって一生懸命傾けてはいますけども、でやっぱ交差点とかで曲がりますよ、でアクセルを開けます、ドンっていうとねやっぱりいい加速をしていきますね。でこの390デュークだとねもう3000回転以上からはねどこでアクセル開けても加速するっていう感じもありますし、本当にドンっていう感じでね加速しますね。で、前にね先導していただいているこの RC390 はこの後、試乗します。でこのデュークのねここ、一応ねシフトインジケーターがついてるんでね何速っていうのも分かるっていうのが非常にいいですね。
であとは交差点とかのうねりですね。ここ非常にうねりがうにょうにょとかしてたわけなんですけども、全然問題なくねスパッと曲がれるという、狙ったラインをそのまま走れる、まさしくねこの上位機種である790デュークのですね、ザ・スカルペルという結界のメスのような切れ味のあるハンドリングというね、それがこの390の、ライトウェイトでもできるというのはいいですね。はい。でちょっと、いいところで加速をさせてもらいましたけども、本当に低速でね、走らせてもいいし、高速で回してもですね音が変わってね、引っ張ってる感じっていうのがありましたね。はい。では一旦ここで、デュークを降りてマシンチェンジします。はい。続いて今度はですね RC390 の方ですね、こちらを試乗してみたいと思っております。基本エンジンは全く同じなんですが、若干ですねエンジンの味付けを変えてるというところがあって、ホイールベースが短かったり車重が若干軽かったり、あと最高出力がね、高いところで出たりっていうこともあって、やっぱりこうロードスポーツ寄りに作られてるのかなという気がします。でもちろんシート高も高いは高いんですけども、若干こっちの方が細身で、足つき良かったような気がします。であと発進加速がね、デュークの方がドンとこう出る感じがあったんですけど、こちらはね、シングルというよりはどちらかというと高回転型のマルチの400cc みたいな感じで、若干半クラで、上げてあげないと走らないという感じはしましたね。でもちろん走り出してしまえば、もうほとんど加速は同じですし、でどちらかというと振動はこっちの方が少ないのかなって感じがしましたね。やっぱりメーターがねRC8 譲りのこう丸型というか縦に長い、液晶がねすごくかっこよかったですね。でポジションがもちろんデュークから比べると前傾ポジションを取る形になるんですが、そんなにきつい前傾ではないので、もう全然これツーリングいけるよねっていう感じだったと思いますね。で、今こうやって、さっきのデュークと比べると若干その、前傾になってる分だけ視界がねメーター寄りになってるっていうのかな、そんな感じもありました。でここでターンをした時に、さっきの390デュークの時はなんかスパンと曲がった感じがしたんですけども、こちらはね曲がってる最中にそのラインが狂わない、スパッとはいかないというか徐々に曲がっていくような感じ、そんな気がしました。で、コーナリングの最中にブレーキをかけてもそのガツンと効かないし、でサスのストロークがあまりないということもあって、車体の姿勢変化がなかったっていうのかな、それがあって、例えばすごいワインディングでもいい道だったらこれで走ったらすごく速く走れんじゃないかなって気がします。特にサーキットなんかだったらね、これ決まったラインをズバッとそのまま走れるっていうね。でしかもブレーキもレイトブレーキング、コーナーの最中でブレーキングかけても車体が変化しないんじゃないかっていうぐらいすごいね、コントローラブルなすごく安定感の高い車体でしたね、これは。さっきのデュークと同じコースをね走ってるわけで、同じようなことをいろいろ試してみたんですけど、アクセルをガバッと上げた時にそのビヨンとこうフロントが伸びるっていうことがないので、こう後ろに引っ張れるような加速って感じはないんですけども、ただ本当にサスが綺麗に路面と追従してるって感じを感じるのはこっちの RC390 の方でしたね。でやっぱり市街地だからそんなにね飛ばすことはできないんですけども、やっぱりデュークと比べると前傾がしてる分だけ、若干視界が狭いかなっていう気はしましたかな。でだからといって低速トルクはないわけじゃないんで、全然このままツーリングでも使えます。でこうやってちょっとね後ろを眺めてみると、その追従してってね、
後ろのラインっていうかな、後ろを見るこの姿勢からすると、デュークの方がなんとなくかっこよく見えますね。で見た目というか、こう横から見た感じだとこの RC390 の方が好きなんですけども、で若干やっぱり RC390 の方が細身に作られているせいもあって、こういうですね一時停止も怖くはなかったですね。でシートが390デュークの方がすごく硬く感じて、こっちはそんなに硬くなかったかな。なんかそんな違いを感じました。でこういうピョコンって跳ねるところも跳ねるんですけど、飛び跳ねるは1回だけ。何回もビヨンビヨンっていう感じではなくてですね、サスの収まりが非常にいい、そんな気がしました。でやっぱり一番違ったのはね、大きく違うなと思ったのは、もちろん視線もそうなんですけど、ブレーキのタッチが違うんですね。390デュークはもうカチッとブレーキが効くって感じなんですが、RC390 は握ったら握っただけ強くかかるという、ちょっとこう昔のブレーキの感じなんですが、ただそういう意味で言うと、初期のブレーキングでガツンと止まらないで、そのブレーキを奥まで引きずってっていうんだったら、この390の方が、すごく握りやすいかもしれないですね。やっぱインジケーターがね、デュークと比べるとちょっとこうシンプルっていうのがあってね、今風ではないというのがあるかもしれないですけど、まあまあでもこのね RC8 譲りというか、そういった、メーターすごくかっこいいと思います。やっぱりね、このレーサーレプリカ世代の私たちからしてみると、こういう前傾でもね、当たり前のようにツーリングしていたし、でこのクラッチのレバーね、やっぱりある程度こう止まったりすると、柔らかいっていうか軽い方がいいんですが、当然短気筒ですからね、なんかそんなに重くもないですし、で、最後のですね、史上最後となりますので、ここのストレートをねどのぐらい伸びるかちょっと、やってみたいなと、ちょっとねショップの人にちょっと回させてくださいってお願いしてですね、やってました。やっぱりショップの人も言ってましたけど、このサスのストローク、これがね大きく違うから、そこに乗り心地が影響するだろうということがありました。でちょっとシグナルが変わってアクセルを開け気味にスタートします。ちょっと先導してもらいましたけども、低速発進はねやっぱり若干こっちの方がゆっくりなんですが、その後回してからですね、5000回転を超えたぐらいからかな、音が変わりましたね。なんかコーンっていうなんかこう高回転を回るような音がして、若干最大出力が出るのもこっちの RC390 の方が上になってるということがあって、音が変わった感覚はこっちが気持ちよかったですね。はい。で、無事試乗を終わらせていただきました。というわけでですね、390、デュークと RC390 の乗り比べ、をちょっとさせてもらってですね、ショップの人といろいろ話させていただきました。はい、というわけでですね、KTM さんに行ってですね、ちょっと390の試乗をさせてもらったんですけども、やっぱりこういうね街中の渋滞とか走るんで、もこのR1200RS 非常に楽だなというふうに、思って帰って走ってますけども、とにかくこの日はねすごい渋滞でストップ&ゴーが多かったということと、あとすり抜けをね、しようと思えばできなくもなかったんでしょうけども、とにかくね上りも下りもすごい車が多くて、何があったんだってぐらいすごい渋滞してたんですよね。はい、ちょっと本題はですね、この RC390 と、390デューク、この2つねエンジンは同じなんですが、全くね、違う味付けをしていて、どちらもね楽しいバイクっていうのが感じられました。でも大体ね試乗する人はあまり悪いこと言わないはずなんですよ。
ですけどこれはね本当にどっちを持っても両方持ってても楽しめるぞっていうね、感じでした。非常に楽しいバイクでしたね。ただまあ私このね R1200RS で大体のことはね、済ませられるので、増車はないかなっていう感じでしたね。はいというわけでですね、今日は試乗ということで、簡単にレポートをさせていただきました。はい、また皆さんとはですね次の動画でお会いしたいと思います。それではさようなら。